7年以上私たちはお羊座の傷を体験してきたということになります。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は6月の先生術運勢予想です。そして6月というのは毎年ビジネス運を司る神様マーキュリーがとても元気です。なので私は毎年ですね、6月のチャートをしっかり読み込んで1年のビジネス計画を立てます。それをするようになってから非常にうまくいくようになりました。なのでですね、今日の動画ぜひビジネスをやっている方とか仕事でどんどん上昇していきたい人ね、とかこれからこの1年以内に始めたいと思っている方は必見ですので最後までご覧ください。では、6月の流れが一目で分かるように、ちょっとこれがですね、内側が6月の1日ですね。そして、外側が6月の終わりなので、太陽は双子座で始まって後半蟹座に移動していきます。もっと詳しく後で説明しますからね、今大まかな流れだけ。そしてビジネス神が水星ですが、この水星は双子座から始まりまして、今回蟹座に割と早く移っていくんです。なので、ビジネスにこの蟹座のエネルギーも入れていくっていうことが今年は大切なんだよっていうのが分かると思います。それから社交運とか金運とかですね、恋愛運の金星は蟹座で始まりまして獅子座へと移動をしていきます。それから自己表現力もとても必要ですね。ビジネスをするにはこれは牡牛座から始まりまして、そして結構牡牛座にいながら双子座に後半移動していくという流れになっております。でもちろんですね、木星が蟹座から始まるんですが、最後、獅子座になっております。最後の最後で1年ぶりにサインを変えますということが起こります。このあたりがポイントになっております。さあ、それではですね、もう少し詳しくこの天体の流れ、6月の前半から中旬にかけて見ていきたいと思います。では6月の主な天体の動きとともに、星読み予報ですね、順を追って見ていきましょう。まず月始め、水星が蟹座へ移動するところから始まります。私たちの思考や言葉はより情緒的で温かいものになりますが、3日には天王星と小惑星セレスが双子座でコンジャンクションします。これはこれまでの学びや情報処理の仕方に革命的な変化が訪れるというサインです。当たり前だと思っていたコミュニケーションの形が新しく書き換えられていくことも起こりそうです。もちろん AI とか SNS に関して変化にもついていけるように心の準備もしておく必要があります。ルールの変更とかね、ありそうです。双子座はビジネスの成功に関わるとても重要なサインですが、天王星という AI とか科学的な最新テクニックというところだけではなくて、セレスがコンジャンクションしている。セレスっていうのは全く真逆のすごく人間的なマニュアルなコミュニケーションなんですね。この天体がコンジャンクションしているということがポイントなんです。つまりセレスは人間がプロセスを通して経験しながら成長していくことを助けてくれる天体。AI はそれをすっ飛ばして答えをくれるものですね。でもどちらも大事ってことですね。AI が作り上げるものは外側からの情報をまとめたものに過ぎません。もちろんそれを使ってタイパを上げることは可能なので、私たちはそれによってよりセレスの求めるゆとりのある時間を持てるという使い方はいいよねというふうにも取れます。ですが逆に AI が使った言葉はとにかくあなたの作った言葉ではないとすると、他の誰かの言葉を集めたものに過ぎないということにも気づく必要があります。実際に私は新しいものに飛びつく双子座なんですけれども、割と早くからみんながまだ使ってない時から AI を使ってきたんですけれども、だからこそ今難しいなと思う点にも気がついています。微妙な人間同士にしか伝わらない、経験した人にしかわからない痛みっていうのがやっぱりわからないですよね。例えば、疾病されたらどれぐらい痛いのかっていうのは外にあるネット上の情報を集めたものしか出てこないから、実際に私たちは一回は経験していて知っている痛みとはまた違うものとして捉えられていくんですね。でこれが結構先生術とかに当てはめると微妙なところが読み取れないな、まだまだというふうに思ってます。先生術の天体とかサインは
アスペクトの意味をカテゴライズするんじゃなくて、全体像から読み取るということが大事です。この全体像のホロスコープからすると、天王星とセレスのコンジャンクションの意味は、別のホロスコープにある時の同じアスペクトの意味と変わってくるのが当然。これ先生術師はみんなそう読めるんですけど、これですね、やっぱり AI は全部同じようにしか、読み取れない。まだまだ勘違いしているところも多い。だから信じきらないというところも大切だと思いますね。AI に振り回されるんじゃなくて、人間がコントロール権を持った上で、私たちに必要な時間を節約するために自分の言葉で出したものをまとめるみたいな使い方はいいですが、もうそもそもそちらに丸投げというのはやっぱりちょっと違うんじゃないのという問いかけがね、このコンジャンクションです。そして6日からは水亀座でジュノーが逆行を始めます。皆さんが皆さんらしくユニークな個性を発揮して生きる権利を再確認する時期だということになります。周りに合わせるだけではなくて、自分の強みを積極的に発動することも大切。でもそうしながら独り勝ちするんじゃなくて、コミュニティ、社会、グループに貢献できるように意識をすると仕事運がぐっと上がりそうということです。何回も言いますが、6月の天体の位置は仕事運を上げるというテーマで読んでいくとしっくりくるものですので、そういうことになります。そして10日に大きなピークが訪れます。蟹座で金星と木星が、そしてお羊座で土星とパラスがそれぞれコンジャンクションします。水と火っていう真逆のエネルギーですが、どちらもアクティベートをされるという感じになります。で、これは蟹座の金星、身近な仕事仲間とか家族とか友達とかですね、そういうものとの間に生まれている共感や愛情によって物質的な豊かさが大きく拡大する可能性を示しています。金星と木星はどちらも吉星ですごく運のいい、天体なんです。でもそれ蟹座っていう仲間を大切にするところにあるから、それが拡大の条件というふうにも取れますね。で、同時にですね、もう一つのコンジャンクション、土星が絡んでいて、パラスと土星が絡むということは、現実的に使命を形にするための現実的な行動ですね。これが取りやすくなります。だから夢見物語だけではなくて、現実的な結果につながるような感情、共感、仲間との、温かい交流、これがそこで終わらずに何かいい結果に結びついていくというね、とても素晴らしいチャートですね。私も実際にビジネスがずっと軌道に今は乗ってますが、ずっと乗ってない10年間があって、乗り始める時にやったことを全部今講座とかコーチング講座で提供をしているんですけれども、一番大きな気づきはそこでした。仲間同士で束縛とか依存の協力関係っていうのは必要ない。だからそこからは出ていく。だけれども本当に手助けになる慰め合いじゃない。ただ手助けするだけじゃない。お互いがお互いのさらなる可能性を信じて励まし合える関係を築き上げるということがとても大事。それを築き上げれば、もうそれがベースになってビジネスがいくらでも拡大していくんですね。だから今ではそれが分かっていますが、まさにそれに最適の時です。そして15日の双子座の新月です。これはビジネスに関して人とのつながりや情報をマニフェステーションするのに最適なタイミングですから、今言ったことがやりやすい時ですね。新月のエネルギーについてはもっと詳しく新月図を読み込んでいく必要がありますので、別動画を近くになってきたら上げたいと思います。ただ、ここで言えることだけでも言っておくと、6月の半ばでのこの双子座の新月図には、誕生図に描かれている皆さんのね、それぞれの誕生図に描かれている今世の使命、例えば才能もひっくるめて今世の計画ですね、使命、才能でこっちには行かないようにしようって落とし穴みたいなものに沿っている人は、ここでビジネスをもしやっているなら一気に上昇できるよという可能性が描かれていますから、もう一度皆さん自分のバースチャートを見直して、この6月を迎えていただきたいと思います。そして20日
傷と癒し、光と影の小惑星カイロンがいよいよお牛座へ移動します。これは今年一番最初に2026年の流れの先生術動画をもうだいぶ前に上げましたが、そこでもキーポイントの一つとしてリストに上げています。最も大きな変化です。で、ちょっとカイロンの話をしますと、2018年の4月の17日にカイロンはお羊座に入ったんです。ずいぶん前ですよ、ですからね。それでずっとお羊座にいたんです。もちろん一旦ちょっと逆行してお羊座を出たりしましたけど、でもそれでも2019年の2月の18日からはずっと実に7年以上、私たちはお羊座の傷を体験してきたということになります。で、この件に関してもここ近づいてきましたらもうたっぷりカイロンのお話は私が一番得意とするところですのでお話ししたいと思います。で、とにかくですね、でもここで分かっとかなきゃいけないこと、これだけなので言っておきますが、この後また逆行して9月の18日に一回お羊座に戻るんです、カイロンね。で、本格的に2027年、来年の4月の14日にお牛座に移動したら、今度はもう2033年の4月の19日までお牛座にいます。だからもう、ここからはまた同じ、一つの傷を体験して、どんな傷かっていうような話をまた別動画であげたいと思いますが、いずれにしてもその前に今大事なのは、この一時的に今月入るわけでしょ。その間が予行演習なんですよ。なので、この間に起こっているどんな傷が私うずいてるんだろうっていうことを皆さん明確にしておくことが大事。その来年から続く、そのもう7年、8年のエネルギーに先駆けての練習期間です。なので、テーマは大体分かってます。ヒントというか、ヒントっていうかもう答えなんですけど、なんかやっても続かなかったらどうしようとか、やってもうまくいかなかったらどうしようという、なんかやりたい気持ちがあるのに、マイナスに向かう恐れからチャレンジができなかったことによって後悔とか傷を体験するという、こういうエネルギーですね、お牛座の傷っていうのは。もちろん何でもかんでもチャレンジしていいわけでもない。これもお牛座の傷です。だから自分の持ち物を持っていたくて、持ってなくて不安だからっていう思いで、やったことは本当の好奇心で本当のワクワクでやったことじゃない場合結構ありますね。その場合は逆にマイナスです。お牛座の傷っていうのは持ちすぎていることでの傷もあります。あなたには必要ないものなのに他に任せてばいいのに手を出しちゃったがための傷もお牛座だし、続くのかどうか怖くてやらなかったのもお牛座の傷です。だから結構この深いテーマにあるんですけれども、ここにね、ちょっと向き合うことになる期間が始まりますよということです。そして21日夏至です。つまり太陽が蟹座に入るということで、そうすると夏至もとても大事なので、これも別動画で。今月6月はですね、ちょっとたっぷり話さなきゃいけない内容は別動画で結構あるかなと思ってますので、ぜひチャンネル登録をしといてください。そして、居場所、仲間との絆が何よりも大切な時期っていうのが夏至からの時期になりますね。で、そこから月末にかけては、もう一つ大きな変化は、30日のヤギ座の満月。ここでこれまで今言ったことをコツコツ積み上げてきた人は、このヤギ座の満月で一回何か成果として結果、ご褒美を受け取るはずです。で、同日に実は水星が逆行を開始します。で、さらに木星がですね、獅子座へと移動します。これが最後に滑り子でレールバンバンバンと3つ起こっちゃうんですね、この月末に。なので、このあたりは言葉の扱いにすごく丁寧さを持つことが大事です。皆さんの輝きを堂々と表現する。これも大事です。新しいドラマの幕開けなんだなって感じることも大事です。ですが、やはり周りや他者への思いやり、共感、自分の意見だけを通そうとしないことで、あなたの株が上がり、それがビジネスにもつながっていくという流れも確かにあるということを覚えておくといいと思います。そして決して持ち物を増やさないお牛座の傷がうついちゃうよ。これを持ったがために一番大事だったこれとこれは一緒に共存できないのっていうことがエネルギーの世界で本当にいっぱいあるんです。で、実は私はもうそれをいっぱ
敗してきた。失敗したからでも気づいたんですよ。でもあれが欲しくて、これも自分のものにしたい、自分だけの何かが欲しいってやったがために、その前に持っていたものはもう合わなく続けられなくなった。でも気がついたら、この自分のものってまだ未完成な自分がそんなちょっと過信してたんですね。だから私の場合は大したことができないのに、これは自分に自信がないんじゃなくって、過信から来る失敗というのも結構大きなものになります。ただこんなことを言ってまた挑戦できないようにならないでほしいんですが、バロメーターというのはすごいはっきりしててですね、かつての私みたいな失敗した時はですね、周りが見えてなくて、なんか自分だけのものっていうのが欲しいっていう思い、つまりエゴに駆られていたんで、この場合は違うよって思ってもいいと思います。でもそうじゃなくて、ずっとそれ始めたいのになんか続けられなかったら困るから怖くてできないって、逆にずっとそれがなかなかできないタイプの人いるじゃないですか。逆に今こそやった方がいいっていうことですね。なので、ちょっとそれをヒントにしていただければいいかなと思います。ということで、今月変化が多い月ですけれども、皆さんが本来の波動を取り戻すためのチャンスタイムだと思っていいと思います。天体がこんだけ移動していくっていうのは切り替えがしやすい時ということになります。ということで、後半はまた別動画になりますが、12星座別にこのビジネス成功のための6月、アドバイス、星読みアドバイスをする予定ですので、そちらもご覧ください。最後に宇宙からメッセージがもらえるセプタグラムソウルジャーニーリーディングのこの素晴らしいカードで、皆さん、ちょっと飛びましたね、ジャンプ。だけど、ここでいきたいと思います。数比率のカードで5ですね。5。まさにチャレンジの5です。これはもう軽やかさの5なので、持ち物を増やそう。自分の持ち物が欲しい。これは NG かもしれませんが、そうではなくて、自分の持ち物を増やすんじゃなくて、自分が興味があることを学びたかったもの、ね、そこにある。それは持ち物増えませんから、それを学ぼうという好奇心があるならば、ぜひ行動に移してみてください。ということで、後半の12星座別もお楽しみください。